はい、皆さんこんにちは。今回は V8 ダブルマフラーのテールパイプを作っていきます。直径 114mm、肉厚 3.5mm、約 10kg、1m でだそうで、4m を2本買いました。ということはパイプで 80kg、かなりごっついマフラーになりそうです。で、素人が1日で仕上げるのは無理なので、前もってできるところまでやっておきます。ガソリンスタンドでやった時にざーっと採寸しておきました。道具箱に当たらないように少し曲げるとか、つり金具の位置とか、サイドバンパーの下に出すためにどれぐらい下げるかとか、帰ってパソコンに入力して寸法や角度を割り出します。肝心なところだけ採寸しておけば、関連した角度や寸法が勝手に計算されて便利です。作業に戻って、紙を一周巻いたのはパイプに目印の線を引くため。円周を把握したら半分に折って180度正反対が分かるようにします。丸パイプを角度切りするときにはこの目印があった方がいいです。ここが一つ目の目印。ちょうど180度反対にもう一つ目印。パイプに2つの目印を移して、適当なアングルを定規代わりにして目印の線を引くんだけど、まあ見にくいわな。だいたい線が来るところにマスキングテープを貼って気を取り直して線を引いていきます。作った図面を見ながらカットする位置を書いていきます。見えにくいけど 2680mm。 ここはただの直線です。バンドソーでまっすぐ切っていきます。バンドソーは切れ出すと放っておいておけるのがいいですね。焦ると刃の寿命が短くなるみたいなので、切断速度はゆっくりにしています。ここから角度切りします。
うちのバンド層ではこの太さのパイプは直角切りが精一杯なので、はじっちさんに無理言って大きいバンド層を仕事終わりに持ってきてもらいました。昨日初切りしたんや、それまで何も切ってなかったちょっと切ってこう思って切ってみよう思って切ったら、ええ感じまっすぐ降りるわ。何ですかこれ。マフラーごっつこれはよっぽど釣るのはちょっとかいな。じゃろう、それダブルでやるけダブル2本つがねえけんのよ。2本出しなの。根元は1本。いや、太鼓2つあって、もう太鼓は割って大型ジャケ、V 型ジャケもう割らんでもダブルなんだけど、の出口をこれするわけで今100がついとって、もうちょい太いのがいいってもうちょい太したら低音にならんじゃろうか言うて、こういう感じね。114じゃけ57のとこが57のとこに印つけて角度調整したいんだけど、固定してるネジが緩まない。本体に当たってレバーが緩める方向に回らん。持ち上げたら向き変わるんか。これを見て約 3.5 度振って切ります。であれじゃな、このクランプから何ミリ飛び出したとこに刃が来るんかを測っとかには分からんよな。2万円ビビった。これ2本買ったんよ。んでこれが7000円ぐすんよ、このエルボーが。パイプの横の線とバンド層のクランプにつけた 57mm の印を合わせ、さらに切りたい長さに合わせます。この機械は刃が自動で止まります。ほんで次が540。たくさん切っていくとどこのパーツかわからなくなりそうなので、アルファベットで名前を付けました。組み立てていきましょう。溶接する部分の黒皮を取って鉄をむき出しにします。ティグ溶接をしようかと思うので、黒皮があるとうまくいきません。横に目印の線があるので180度回して角度をつけるのが分かりやすいです。何箇所か仮付けして厚みが 3.5 ミリあるので100アンペアぐらいでなめ付けしました。
棒を入れる練習もやっとこう。なかなかこれスムーズに棒を送るのって難しいですよね。ここはエルボーを真上に向けてつけないといけないんだけど、このエルボーには目印がないから目剣でいくしかないな。まあ今までも意外となんとなくでなんとかなっとるけんな。もう一本の方です。こんな感じで横に向くパイプになります。サイドバンパーに合わせて現場で出口はカットします。ここでもう一本つないでしまいましょう。はい、ここまでできましたよ。間違えとるかな。これこっちじゃがな。名前つけとったのに間違えてつけた。はい、やり直したのがこちら。
裏返っておりますので、これで右に向いて出ることになります。吊り下げる部分を作り、2本合体していきます。太鼓側のパイプのセンターからセンターを 200mm にしたかったんだけど、角度の誤差なのか何なのか 220mm ぐらいになってた。もうここは切り落としといて現場で合わせることにしよう。パイプ間を20mmか。パイプ間を 20mm できっちり平行にするために 20mm の板を挟んで縛っています。アーク溶接苦手なんじゃけど、ちょっと練習しておこう。大会丸さんおったら絶対やってもらうんじゃけどな。今日は一人じゃけ。はい、だいたいこんな感じになりました。こんなもん家に置いとったら近所のおじさんがびっくりしょうたで、これ何するもんで言うてから、トラックのマフラーじゃ言うたらほえー言うてよったわ。もう一人じゃ持てれません。もう取り付けの時までこのまんまです。動かせれません。思ってくれよかったんじゃない。